おそらく2話か、まあ、良ければあと3話でね、終わっちゃいそうでございます。はい。ということで、今月もやっていきましょう。漫画版半四社姫、最新話のお話。今回は44の章、旅の終わりということでございまして、まあね、もうずっと言ってます。ここ、1年ぐらい。ずっと言ってますが、もう、いよいよこうね、ほんともう終わりにね、向けて一直線ね、進んでいるなと、終わらせれるところね、終わらせてってるなというね、感じが、ずっとね、していますよと。いうことで、まあ話ね、ちょっと見ていきますと、前回やっぱりその妖霊星との戦いがですね、完全決着でしたね、前回が。もしかしたらなんかなとか思ってましたけど、はい、これが終わりましたので、残った戦いである殺生丸 VS 麒麟丸。ここの決戦っていうのが、今回メインと言いますか、もう、これのお話でしたね、今月は。決戦にね、なっていたんですけど、いやー、どうでしたか皆様、ここの戦いのつき方というか、戦いの流れというか、僕は総合的に見ると、いい終わり方だったんじゃないかなっていうか、相変わらずね、その、綺麗なね、まとめ方、椎名先生のその漫画の書くうまさが今回もだいぶね、出ていたなというふうに思いましたので、とりあえずこの決戦編での、とりあえず良かったところの感想会からね、していきますと、まずやっぱりその、麒麟丸さんの、その自身への叱責、圧倒的反省をしている描写、これは良かったかなと思います。すっごい謝ってたからね。もちろんね、これ、謝ったからって全てが許されるっていう話ではないんですけども、でもこの、謝ったか謝ってないかっていうのがあるかないかだけでもね、その自分がこれまでしてきたその悪行の数々に対する、捉え方よな。ちゃんとここに対しての気持ちがあるのかどうかっていうのがね、やっぱあるし、あと今回に関しては、一応、妖霊星に、操られていたとか、いいようにされていたんですよっていうのが、一応その情状酌量の要素としてね、あるんですけど、その上で謝ってます、後悔してますっていう部分がありますので、要素としてはやっぱこのね、謝れて偉いっていうのは良かったんじゃないかなと思います。っていうのはね、とりあえずあったんだけど、でもこの、具体的なその戦いの決着のつけ方の部分、ここに関してはね、ちょっといろいろ、気になるというか、引っかかる人もね、いたんじゃないのかなという部分のちょっとお話をするんですけど、この決着のつけ方というのが、最初、死のうとしてましたね。その死ぬことでの解決はどうなんだっていう話は、ゼロさんのね、時にも何回かしたと思うんで、一旦それはいいとして最終、殺生丸と戦うことでの償いというか、蹴りのつけ方っていう、話になりましたよと。で、これも、殺生丸に対しては、なり得てるけど、他に対しての償いにはあんまりなってもないような気はするけど、でもある意味最終死ぬことでの償いも含めてんのかなとか考えたら、いいのかなっていう、一旦その罪とかを考えると、よくわかんなくなるので、一旦、罪とかを全部抜きにしてね、考えますと、もう償うとか関係なしに、ただ決着のつけ方という見方だけで、さらにその殺生丸目線で、ここで戦うことを最終決着にしたっていうところとか、あとこの戦いが、麒麟丸を倒すということが、ある意味犬の大将、父親をね、超えたっていう、証明になるっていう要素っつうのを加えていたり、あとこの麒麟丸と戦うという行為自体が、漫画版汎用の夜叉姫の前の、少年殺生丸のところの話の、ちょっと伏線として加えられているという、つなげ方も、やっぱりね、やっぱうまさのところはね、すごいよ。綺麗にね、戦う理由のところまで、まとめてあるなっていう、そういう良さはまずあるの。ここね。はい。でも、ちょっとここの殺生丸様の考え方というか行動のところで少し疑問に、なった人がいるんじゃないのかなっていう風に
なりますのが、やっぱ最初、殺生丸様っていうのは、その前作犬夜叉の方で、ずっとその大将の影っていうか、この強さにね、憧れというか、それを追い求めていたわけですわな。だからずっとその犬夜叉の持つね、鉄砕画を、狙っていて、その結界に拒まれていても、何度か、奪おうとしていたわけなんですけど、その犬夜叉がね、どんどん後半に行くにつれて、最終、最後のね、犬夜叉との戦いとかも踏まえあって、明道残血派がね、明道残血派とか、天聖画とかが、最初その犬夜叉へ向けてのものであったよっていう話だったり、最終も鉄砕画もね、もう犬夜叉を選びましたよね、みたいな、いろんな話がね、犬夜叉の方であって、結果すべてはその殺生丸様の中にある、父の形見の力なんて必要ないぐらい強い牙っつうのを、これをね、持っていたからこその、複雑な親心であったんだよっていうのを、その殺生丸様自身がその爆砕画を手にすることで、もう気づくことができた。だからもう爆砕画を手にした時点で、その父への未練を一つ断ち切ったですよ。断ち切ったからその爆砕画手にしたんですよっていうのが、犬夜叉の方で、あったわけですわな。なのに、今回、話を見ると、麒麟丸戦うっていうのは、あれまだ、ちょっと、犬の大将を追ってないちょっと犬夜叉の頃より、戻ってないかみたいな雰囲気をね、最初感じたんだけども、でもこれもだから、あれだよね。父の力を追っているというわけではなく、新しく手にしたこの自身の力、結局この妖怪なんつうもんはな犬の大将もそうでしたけど、強いものと戦う自身の力がどれほど通用するものなのかを示すみたいな力の世界みたいなところがありましたので、殺生丸もその力がどこまでのものなのかっていうのを試すというか、これまでの犬夜叉の頃から続いてきた殺生丸のこの戦いの旅、これのある意味集大成みたいなところがこの麒麟丸とのね、戦いにはありまして、でこの戦った結果、これが大将を超えたかどうかっていうのは分かんないんだけども、やっぱり最もこの、現状ね、この現存する中で犬の大将の力を最も知る、麒麟丸に力をね認めてもらったっていうのは、だいぶこれまでのね、殺生丸像とかとは、かけ離れているのかもしれないんですけど、でも一旦殺生丸とか、いろいろ無視して、昔一人の少年がもう全く叶わなかった相手に、で、しかもすごい自分が尊敬もしている人物と好敵手でもある相手に認めてもらうという姿っていうのは物語としてなかなか熱いんじゃないかなと思いますし、あとそもそもですね、これも何度も椎名先生が言っている話ではあるんですが、アニメの半四の夜叉姫がだいぶ新キャラ内でいろいろ物語をね、完結させていくというか進んでいくっていうのがメインであったんだけど、漫画版がだいぶ犬夜叉の続編として前作のキャラクターたちの、さらなる成長というか、犬夜叉の頃からさらに時間が経っていることでの変わったところ、姿っていうのをいろいろ描きたいっていう椎名先生の思いのところがね、だいぶこの殺生丸様の回でも出ていてね、とても良かったんじゃないかなと思います。そういう話でした。はい。そんなところでね、いろいろと本当にもう、ブログの方を見ましたけど、もうこれで全部戦いに関してはもう完結みたいですので、もう残りは本当別れとか再会とか戦国時代戻るとか、いろいろもう済ませていくターンにね、終わっていくんでしょうねっていう感じみたいですので、残り少ないですが、楽しみに、見ていこうと思いますというところで、今回は漫画版半四の夜叉姫44の章旅の終わりの話でございました。